はじめましての方もこんばんは。ガンダムオンラインが終わると聞いて悲しくて眠れない男ゆちです。皆さんはガンダムオンラインプレイしていましたか？僕は陸戦ガンダムやグーカスタムがまだ猛威を振るっている時から毎日はプレイしていませんでしたが、ちょくちょくプレイして楽しませていただいていたので本当に悲しいです。さて、このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのは HG144 分の1ガンダムデスサイズです。このプラモはかれこれ3ヶ月前に作り始め、一度挫折しました。でも、もう今年も終わりじゃないですか。やり残しは良くないって思ったので、今日は作りかけのこのガンダムデスサイズを消化していこうと思います。そんな感じでまず箱を開けていきましょう。箱を開けてランナーを取り出すとこんな感じです。最近魔改造を作りすぎていたので、ランナー数が少なすぎなのではなんて少し不安になります。それでは早速パーツを切り離していきましょう。切り離すとこんな感じ。そしてさらに組み立てるとこんな感じ。そしてさらに立たせるとこんな感じ。やはりデスサイズは最高の芸術品のようだな。素晴らしいプロポーションだ。いつ出るかはわかりませんが、このプロポーションならシェンロンガンダムも期待しちゃいますね。そしてこのデスサイズ、可動範囲などでいろんな工夫がされているんです。その工夫やギミックを可動範囲とともに見ていきましょう。まずは肩から。肩はボールジョイントになっているので、ぐりぐり動かせ少し前に引き出すことができます。そして腕は普通に上げるとここまでしか上がらないのですが、肩についているブーストを押し込むことで可動範囲がさらに広がります。そして腕は安定の二重関節。手首はボールジョイントなのでぐりぐり動かせます。そして手のパーツは握り手、平手、グッドポーズがあります。首はボールジョイントなのでいろいろ角度をつけたり回すことができます。腰は干渉するものがないので角度をつけたり回せます。前面の腰パーツは縦に左右同時に稼働します。サイドは回したり縦に角度をつけることができます。後ろの走行はちょっとした二重関節になっており、このように大きく曲げられます。足の付け根はこのように前後に動かすことができます。股関節はこのように大きく開けます。そして膝関節、普通に曲げるとこんな感じです。ですが、ここにも工夫があり、膝の走行を少し上げてあげることにより、膝の可動範囲がさらに広がります。足首の付け根はボールジョイントなので角度をつけられます。足首は角度をつけられ、そしてつま先も角度をつけられます。後ろのハイパージャマーは回して角度をつけることができ、そして後ろのブースターはボールジョイントになっているので角度をつけられます。バスターシールドは爪を展開させ、ビームエフェクトを取り付けられます。ビームサイズはこんな感じ。ビームの刃には2つの大きさがあるので、好きな方を選んで付けてあげるととてもいいです。そしてさらにビームサイズは腰にマウントする用の小さいやつがあります。ですが、後ろはだいぶ肉抜きされているので余裕があればパテ埋めしてあげるといいですね。大雑把なレビューは以上。今日はこのデスサイズにジオラマを作ってバチコリに汚し塗装をしてウイングガンダムのオープニング風に仕上げようと思います。じゃあ行くか相棒。まず下処理はニッパーやタガネ、デザインナイフ、ヤスリなどを使用し、パーツをシャープにしたりちょっと改造していきます。まず前面の腰パーツは真ん中でニッパーで切り落とし、左右独立稼働できるようにします。次にアンテナは安全基準で丸くなっている部分をニッパーやデザインナイフなどで形を整えます。そして最後にヤスリで整えてあげれば完成。出来上がるとこんな感じ。これをやるだけで一気にかっこよくなります。既存のモールドには筋彫りカーバイト 0.2mm でモールドを彫り直していきます。これをやっておくと後で墨入れしやすくなります。次にタミヤエポキシ造形パテを使ってあまりにも目立つ肉抜き穴を埋めていきます。その後よく乾燥させたらヤスリで表面を整えます。クリアパーツは100均で売っている爪研ぎを使ってヤスリがけをします。この爪研ぎのおかげでお手軽にピッカピカにクリアパーツを仕上げることができます。次にジオラマ製作です。ジオラマの土台は100均で売っているコルクボードです。
そこにミスタークレイ粘土を使って地面を作っていきます。まずコルクボードの上ではなく他の場所でこねて大きく伸ばしていきます。そしてよく乾燥させた粘土をいい感じに割っていきます。割ったら水溶きボンドを使ってコルクボードに貼り付けていきます。貼り付けたらだいたい地面は完成。次に行きましょう。次に建物類を作っていきます。工場地帯 D、電柱、街灯、2倍曲線レールを使っていきます。まずはプラレールを2枚重ね接着します。そして程よい長さにカットします。切り落とした部分にはプラ板を貼り付け蓋をします。カーブしている部分には 1mm のプラ板を2枚貼ります。その後カーブしている部分は 0.1mm のプラ板を真ん中に貼り付け筋彫りをしていきます。この筋彫りはオープニングの発射台みたいな感じになるので筋がよく見えるようにするためにこの後デザインナイフで少し内側をカンナ掛けしました。そしてこのままだと立てないので100均で買ってきたコンテナを切り出して足にします。これを切り取り貼り付ければだいたいオープニングの発射台は完成。ちなみに YouTube のコミュニティに以前投稿したこいつ覚えておりますか？見ての通り制作を失敗してこの失敗で一旦デスサイズを作るのを挫折しました。次に建物類を見ていきましょう。先ほど紹介した他に解体中建物 B を使っていきます。ですが大きすぎるので少しカット。建物の大まかな位置が決まったらハンダで少し傷跡をつけていきます。ある程度傷をつけることができたら最後にジオラマの建物類を燃やしていきます。結構炙っている時とても楽しいのですが火の取り扱いには皆さん十分気をつけましょう。できたのでデスサイズと一緒に立たせてみました。良さそうですね。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミなどを洗い流しよく乾燥させたら相棒を派手に塗り上げるぜ。まずはガイアマルチプライマーから。これを塗ることによってプラの腐食防止、塗装の食いつきを良くさせます。次にミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使って全てのパーツを黒く染め上げます。メインの黒装甲はピュアブラック、ピュアホワイト、ローズブライトレッド、アイスコバルトブルーを使って黒パーツを塗ります。この時四隅に下地の黒が残るように塗ります。アンテナはピュアホワイト、マイルドオレンジを調色して塗ります。縦の赤い部分にはローズディープレッド、ローズブライトレッドを1対1に混ぜて塗ります。次に白装甲、ピュアホワイトとアイスコバルトブルーを混ぜて他のパーツ同様下の黒を少し隠しすぎないように塗ります。前面の腰パーツ、肩についている白パーツにはピュアホワイト、アイスコバルトブルー、ピュアブラックを使って少し暗めの白を塗ります。関節にはメカサフスーパーヘビーを使います。ブースター類は GX ラフシルバーを一度塗ります。純色グリーンはラフシルバーでシルバーになった顔面を緑色に色付けしていきます。次にブースター周りは純色シアンを塗ります。そしてブースターの周りビームサイズには GX メタルブラックを塗ります。そういえば皆さんはデスサイズの中で一番印象に残っているシーンはどこですか？僕はもちろんオープニングのシーンです。その他はなぜかトロワにデスサイズをぶっ壊されるシーンが印象的でした。あの時ディオと一緒にコンチクショーって思いながら見てました。ビームエフェクトにはダイヤモンドシルバーを塗ります。次にロンドングレイ、サンバーグレイを使ってジオラマの地面を塗っていきます。次に建物類はロンドングレイで塗っていきます。
次にファレホのガンメタルを使って工場地帯セットの一部をガンメタルに染め上げます。次にファレホのフェラーリレッドを使って建物の一部が溶解しているようにしていこうと思います。そういえばこのファレホの塗料、僕たまに使ってたんですが、結構ファレホ使い心地やっぱいいなと思ったので、どこかでファレホだけで全塗装をしてみたいですね。次にファレホホワイトとベーシックタンを1対1に混ぜて、先ほど塗った赤色の部分にグラデーションをしていきます。これでエアブラシによる大体の塗装は終了。次に筆塗りによる部分塗装。まずはエナメル塗料のブラックを目の周りに塗ります。そして頭のカメラの部分にはエナメル塗料ライトグリーンを塗ります。次にデカール。デカールは市販で売っているものを組み合わせて貼り合わせていきます。しっかりマークソフターを塗り、デカールを貼り付け、綿棒で水分を取っていきます。次に汚し塗装をする前に艶消しで一度トップコートを拭きます。これにより表面がザラザラして汚し塗装がしやすくなります。次にタミヤ墨入れブラックを装甲全体に塗っていきます。エナメル塗料はプラモを傷めやすいので、できる限り内面に染み込ませないようにしましょう。そして全体を黒く染め上げ、よく乾燥させたら、エナメル薄め液で液だれを意識しながら墨入れブラックを拭き取っていきます。次に再び登場、エナメル塗料ブラックを使ってチッピングをしていきます。装甲の角っこに塗料をつけたスポンジをちょんちょんしていきます。次にエナメル塗料クロームシルバーを使います。まずはドライブラシ。暗めの装甲にはドライブラシをしていきます。その次にチッピング。先ほどのブラックと同じように塗料をつけたスポンジでちょんちょんしていきます。この時、ついでにジオラマの方のパイプやら何やらを一緒にチッピングしておきます。そして再び登場、ファレホのホワイトを使ってジオラマの地面をドライブラシします。これをやることによって一気に地面っぽくなります。最後にトップコート。出来上がったデスサイズやジオラマに艶消しのトップコートを吹いていきます。これで全ての作業は終了。ディオ、デスサイズを盗め。オペレーションメテオを実行せずにそのまま地球に降りてしまえ。地球にハワードってやつがいる。そいつを頼るといい。無論死神としてな。
いかがだったでしょうか？今回の HG144 分の1ガンダムデスサイズ。ずいぶん前にお手つきしてずっと放置していたプラモなので、年内に仕上げられてよかったです。自分的には最高の芸術品に仕上げられたのではないかと思っています。さて、今日の動画は以上です。地獄への道連れは自分の部屋の積みプラとガンオンだけにしようぜ。なんて思った方はチャンネル登録、熱い高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またな。